この動画は日刊工業新聞社の提供でお送りします。こんにちは。今日は史上最薄の iPhone である iPhone Air を分解レビューします。iPhone Air は Apple が2025年9月に発表した iPhone 17と同じ世代の製品で、この見た目の通り薄さが最大の特徴の製品です。本体の一番薄い部分が 5.64mm。正直手に持つと光る板みたいなそんな感じです。発売時の定価は 256GB モデルが 159,800 円。最大で 1TB のモデルまで用意されていて、だいたい23万円です。iPhone 16シリーズまで存在していた 128GB のラインナップがなくなっています。日本円ですと全体的に高めの価格設定かなというところですね。詳細なスペックについては今回の動画では解説しませんが、最新の A19 Pro チップセットを搭載していたりと、中身的にはどちらかというと iPhone 17 Pro に近い製品です。今回こちら分解していくんですけども、普通に分解するだけだと面白くないので、なぜこんなにも薄いのに折れないのかという部分に着目しながら分解していきます。本編に入る前に今日のスポンサーの紹介です。どうぞ。なんと日刊工業新聞から高専特集が出ています。高専、つまり高等専門学校は未来の産業分野を支える人材を育てる教育機関なんですけども、その魅力を伝える特集記事がついに出ました。気になる中身はどうなっているかというと、高専出身者がこんなところで活躍しているぞといったものであったり、そもそも高専ってどんな活動をしているのかといったものです。かなりの大ボリュームになっていて、なかなか興味深いものとなっています。こんな感じで新聞の特集も出ていますし、このような冊子も用意してあって全国の高専に届くようになっています。日刊工業新聞を購読していない人でもウェブ版を無料で見られるようになっています。概要欄のリンクから早速確認してみてください。今回私一件についても取材してもらっています。実際に手元に届いたら高専の学生は中身を確認してみてくださいね。まずは外観を簡単に見ていきます。改めて見るとやっぱり薄いですね。本体のボタン配置なんかは薄いこともあってボタン形状は縦長となっています。このようにタッチセンサーが仕込まれているカメラコントロールボタンが下の方にあります。こんな感じでボタンを押すとカメラアプリが立ち上がってスワイプするとカメラモードの切り替えです。背面部分を見ていきます。実は iPhone Air 一番薄い部分が 5.64mm というだけでカメラとその一体は飛び出ています。薄いと言っても物は言いようですね。ただ出っ張っているところ以外の大部分は薄いので一見的には気になりません。薄いスマホが良いという人は今回の iPhone Air かなり良い選択肢になるかと思います。もしこのスマホを普段使いするのであれば、ケースに入れないで保護フィルムだけ貼る感じですかね。ケースに入れてしまうと薄いという最大の特徴を消してしまって本末転倒感があります。背面側のカメラは一つだけとなっています。高価格帯のスマホはだいたいカメラが標準レンズと超広角レンズ、それに望遠レンズを加えた3カメラ構成が一般的です。カメラをよく使う人にとっては iPhone Air のカメラは厳しい仕様ですね。おとなしく iPhone Pro か他のメーカーの上位機種を買った方が良さそうです。こちらの背面については1枚のセラミック系の材料でできています。すりガラスみたいですね。Apple はセラミックシールドと呼んでいます。カメラ部分だけがツヤありの仕様となっています。ここからは温度と強度について検証していきます。まずは温度測定です。サーモグラフィーを使ってベンチマークアプリを回した時の温度測定をしました。このように背面の出っ張り部分周辺だけが熱くなっていますね。この辺りに A19 Pro の SoC があったりするんでしょうか。セラミックスシールド越しでも熱が伝わっているので SoC の熱を逃がすという点では内部の放熱経路は相当工夫していそうですね。次は強度の検証です。この薄さでも壊れないのかというのを人力ベースではありますが検証しました。本体を真っ二つに折る方向に曲げているのですが、本体はしなるだけで折れはしませんでした。見た目的には折れに弱そうで少し頼りないんですけども、見た目よりかなり強いです。ねじれ方向も試しています。結構ねじれますね。なんですけどもディスプレイや背面のセラミックシールドにひびが入ったりということはありませんでした。思っていたよりも強いです。普通に使っていればここまで力が加わることもないかと思うので、半分に折れたりすることを心配する必要はないでしょうね。
もちろんしっかりと力を加えられる体勢で試してみたり、机の角に押し付けて真っ二つにするように力をかければ真ん中から折れるとは思いますが、そのようなことが発生する場面は現実にはほとんどないので実施はしていません。次にスマホを尻ポケットに入れて椅子に座った場合も検証してみます。まずはクッション付きの椅子です。こんな感じで座ってみます。また勢いをつけて座るのも試してみます。試験後のスマホを見てみますが、特に壊れたりはしていませんでした。クッションなしでも試してみます。椅子の上に木の板を敷いて疑似的にクッションなしの椅子を再現しています。このように普通に座っただけの場合、そしてかなり勢いをつけて座った場合も試しています。これを見ていると壊しに行くぞという明らかな意思を持って実験していますが、特に壊れるといったことはありませんでした。映像には撮っていませんが、背面パネルも全くの無事です。繰り返しになりますが、ここまでやっていて壊れないので、本当に滅多なことでは壊れないでしょうね。ただこのように強い力が数回や数十回加わった時は問題ないことは確認していますが、これが数百回、数千回となった時の検証はしていません。ダメージは確実に蓄積しているかと思うので、ある時突然壊れる可能性はあります。ここからは分解に入っていきます。まず USB-C 端子のネジを外して吸盤で開くような力をかければ OK です。背面のセラミックシールド側が開くようですね。背面パネルと本体側がフラットケーブルでつながっているので取り外しました。こんな感じで分割できます。まずは背面パネルの方を見ていきます。シールを剥がしてみると、これはグラファイトシートですね。このグラファイトシートは本体側で発生した熱やワイヤレス充電コイルで発生した熱を効率よく分散させるためのものです。銅テープの周りにはマグセーフ用の磁石があります。このマグセーフ用の磁石、厚みは 0.33mm なんですけども、かなり強力にくっつきます。マグセーフでは iPhone 自体の重さで落っこちないようにする必要があるので、相当強い磁石を使っているんでしょうね。銅テープをめくってみると、ワイヤレス給電用のコイルがありました。背面パネルにはそこら中に熱伝導のためと思われるグラファイトシートが貼ってありました。その中でも特にこちらのグラファイトシートを見てみます。これはグラファイトシートを折りたたんだもので、その中にスポンジを挟み込んでいます。どこで発生した熱を逃がしているんだろうと最初思ったのですが、どうやら本体側で発生した熱を逃がしていそうです。この Apple のシールが貼られている部品がありますが、この辺りで発生した熱を背面パネルに逃がしています。なぜグラファイトシートが折りたたまれているかをよく考えてみたのですが、一般的なグラファイトシートは面方向には熱はよく伝わりますが、厚み方向には熱は伝わりにくいです。厚み方向に熱がよく伝わるグラファイトシートもあるのですが、1ミリくらいの厚みを持たせるのは難しそうです。なのでこのようにグラファイトシートを折りたたむことで、本体側の部品で発生した熱を効率よく背面パネルに逃がしているんですね。先ほどのサーモグラフィーの映像を見ても、ちょうどこの部分が熱くなっていたので、Apple が狙った通りの放熱ができていることがよくわかります。あとはこのセラミック自体の熱伝導度も気になるところですね。一般的にセラミックというと熱が伝わりにくいイメージがあるかと思います。ガラスを思い浮かべてみてください。とは言いつつ、パワー半導体のセラミック基板に使われる窒化アルミニウムのような熱伝導度の高いセラミックも存在します。Apple のセラミックシールドはどういった素材を使っているのか気になるところですね。背面部分をさらに見ていきます。こちらは LED ライトとマイクの部品です。マイクは多分メムスマイクです。LED ライトの方は防水用のオーリングがありますね。防水は IP68 ですが、精密電子機器なので過度な信用はしないで、生活防水くらいに割り切っておくのが良いでしょう。マイクやスピーカー、ボタンなど外部に通じる部分がそこら中にありますので。ワイヤレス充電コイル、マイク、LED ライトのモジュールはすべてフラットケーブルでつながっていて、取り外すとこのようになっています。背面パネルの外側はかなり傷がつきにくいような仕様になっていますね。
特にすりガラスっぽくなっているのでかなり目立ちにくいです。ちなみに白色っぽくなっていますが、これはセラミック自体の色ではなくて内側の塗装の色となっています。セラミックシールド自体はかなり透明度は高いです。出っ張りの部分もセラミックでできているのですが、内側の部分は金属を固定するために樹脂で固めた構成となっています。こんな感じでカッターで削れてしまいますね。背面パネル自体はこのようにある程度しなるくらいの強さとなっています。逆にこのくらいしなってくれないと、先ほど見てきたように本体が曲がった時にすぐ割れてしまうんでしょうね。パネルを本体のフレームに粘着テープで貼り付けているので、本体の強度向上にはある程度寄与はするんですけど、このようにペラペラなんでそこまで強くなるわけでもなさそうです。次は本体部分を見ていきます。一番多くの面積を取っているのがバッテリーパックですね。本体上部にカメラモジュールやマイクモジュール、SOC や IC 類が載っているロジックボード。本体下部にはマイクモジュール、USB 端子、振動を作るタプティックエンジンがあります。見てもらうとわかるんですけども、従来からありました SIM カードスロットはなくなっています。こちらの一番目立つバッテリーパックあるかと思うんですが、これ外装は金属でできています。よく見てみると折り曲げ筋が入っています。これは先ほど実施した本体強度の試験によってついたものです。この筋の入り方からわかるように、ねじり方向への力は弱いように見えますね。これについては後で詳しく見てみます。ネジを取り外してそれぞれの部品を見ていきます。まずはメインカメラです。このメインカメラは48メガピクセルのイメージセンサーを採用しています。このレンズの動きは一見すると光学手ブレ補正用の動きに見えますが、フォーカス調整用の動きです。実際の手ブレ補正はセンサーシフト式の手ブレ補正となっています。このようにセンサーが動いて手ブレ補正をします。どうやってセンサーを動かしているかなんですけども、磁石とコイルによる電磁力を使っています。次はこちらのモジュールを取り外しました。これは Face ID モジュールとフロントカメラですね。iPhone 17の世代ではフロントカメラのイメージセンサー形状が正方形になっています。こちらの Air も同様に正方形です。こうすることでフロントカメラで横長の動画写真を撮るときでも正方形から切り出すので高い解像度を維持できるわけです。次はこちらのスピーカーモジュールですね。スピーカーへの信号の接続はスプリング形状の接点で行われています。かなり精密な感じですね。実はなんですけど iPhone Air ってこのスピーカー一つしかないんですよね。モノラルみたいな感じになるわけですが、私はスマホのスピーカー音質は割とどうでもいいと思っているので気にしていません。次はこちらのロジックボードを見ていきます。見てわかる通りめちゃくちゃ小さいですね。基本的に部品は金属製のシールドで覆われていますね。そのシールドの上にはグラファイトシートが貼ってあります。ヒートガンを使ってシールドを全部取り外しました。こちらの一番大きな部品が SOC かなと思ったんですが、実は違っていて、これはパワーマネージメント系の IC だそうです。基板は多層基板の2階建て構成となっていて、この部分にインターポーザー的な役割をしている基板があります。この部分をめくってみるとかなり見えにくいんですけども、12GB の RAM と A19 Pro SoC の2階建て構成の IC があります。この裏面には 256GB のストレージです。フレームのロジックボードが収まっていた部分を見ていると、こちらにもグラファイトシートが貼り付けられています。そのグラファイトシートがどこに熱を逃がしているかというと、フレームに逃がしているんですね。実はこの部分金属でできていて、かなり広い範囲に熱を逃がせるようになっています。次はバッテリーパックを外していきます。iPhone 16 Pro と同じようにバッテリーは金属ケースで覆われるようになっていますね。バッテリーを本体から剥がすためには今までだったら加熱したりエタノールを垂らしたりして接着剤の粘着力を弱めていました。ですけども iPhone 16から取り外し方法が変わりまして、バッテリーを止めている接着剤からタブが出ているんですが、この端子に電圧を加えることで接着剤が弱くなり簡単に取り外せるようになりました。9V くらいの電池または直流電源をつなぐことでこのように取り外せます。ちなみに電流は数ミリアンペア程度しか流れていないので、発熱によって接着剤を柔らかくするとかそういった原理ではありません。これなかなかすごいですよね。取り外したバッテリーがこちらです。
このバッテリーパックかなり硬くて曲げようとしても全然曲がらないです。こんなに薄い iPhone Air がなぜ折れないのか考えてみたんですけども、本体のフレーム自体の強さ、ディスプレイパネルとセラミックシールドの強度、そしてこのバッテリーパックの強さの組み合わせだと一見は考えています。そもそもの話として、この本体のフレーム自体がかなり強いです。チタンでできているそうなんですけども、部品をすべて取り外した状態で折ろうとしても全然折れません。こういった折れるような方向の力には強いんですが、実質ほぼ四角いフレームみたいなものなので、ねじれには弱いです。ですので、ディスプレイと背面のセラミックシールド、電池パックでねじれを抑えているのではないかと思います。ディスプレイとセラミックシールドは面を構成する部品なので、ねじれに対してはある程度効いていますが、素材としてはペラペラです。なので、ねじれた時にバッテリーがいることでねじれをある程度抑制するのではないかということですね。それでも iPhone Air はねじれには弱いです。実際バッテリーパックに斜め方向の筋が入るくらいですからね。ただ実際使っていてねじれ方向の力が加わることはほとんどないかと思うので、そんなに気にする必要はないですね。折れる方向の強さなんですけども、電池パックが入っているので、気休め程度には折れにくくなっているのではないかと思います。ちなみにバッテリーパックよく見てみると、この部分に左右段差入っていますよね。基本的にはボタンの位置に合わせて段差をつけていると思います。少し考えすぎかもしれないんですけども、段差の位置を横一直線に並べてしまうと、ここでバッテリーパックが折れるモードができてしまうので、ずらしている可能性もあります。というわけで iPhone Air を分解してきました。カメラ部分で分厚くなっているとはいえ、ここまで薄くしたことは商品性としてはかなり面白いと思いました。内部もやはり色々工夫されており、例えばロジックボードを小型化して他の部品のスペースに当てたり、バッテリーを大きくして電池持ちを良くしたり、ロジックボードでの熱をかなり広範囲に逃がせるような放熱構造にしていたりなどです。肝心な本体強度については基本的にはチタンフレームで担保しており、パネル類とバッテリーパックで補強しているように見て取れました。Apple の iPhone Air や Samsung の Galaxy S25 Edge などの各社薄型スマホを出してくると、スマホ市場的にも本体の分解的にも面白くなるかなと思いました。というわけで、もしこの動画が役に立ちましたら、高評価、チャンネル登録お願いします。何か気になることがありましたら、ぜひコメントも残してください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。